スキズ先輩とは気軽に話せる。デビューしたばかりの新人グループキックフリップにスキズが無茶ぶり連発。ネクスジとの絡みを見て、スキズ先輩になったのね。と親心に浸れて最高な昨今、スキズに新たな後輩グループが。それは2025年1月20日に JYP エンターテイメントからデビューした7人組ボーイズグループ、キックフリップ。キックフリップのデビューに向けて、チャンビンとアイエンがパフォーマンスの流儀について教えることになったのですが、後輩たちに容赦ないスキズと、それに屈しない後輩たちのカオスな現場をお届けします。キックフリップは2021年に JYP とサイが共同で開催したオーディション番組、ラウドに参加したメンバーも在籍しており、見覚えのある方も多いのではないでしょうか。ラウドを見ていたファンからは彼らのデビューを待ちわびていた声がたくさん上がりました。キックフリップはつま先でスケートボードを360度回転させる高難易度な技の名前で、1回転させて前に進むように、既存のものにとらわれず新たに活躍する、という抱負が込められています。メンバーの中には日本人も2人いるのでこれから日本での活動も期待です。キックフリップにパフォーマンスについて特別講義をすることになったスキーズ。キックフリップが登場し、ご挨拶よろしいでしょうかと聞かれると、2回しな、と言いチャンビンなりに場を和ませます。チャンビンが JYP アーティストの中で誰が一番好きなのと聞くと、ヒョンジンさんです、と答えるリーダーのゲフン。これを聞いたチャンビンはスレートを打とうとします。シャープな目つきが魅力的なチャンビン。怖がられないようにメガネをかけたり愛嬌を振りまいたり、努力している姿も可愛いですが、後輩グループが冗談を言えるほどの仲だなんて、チャンビンがどれだけ優しい人なのかがよく伝わりますよね。ロールモデルがチャンビンだというゲフン。チャンビンは少し照れながら、なんで僕がロールモデルなんだ、と理由を聞きます。チャンビニヒョンに感動したことがあって、と練習生時代のエピソードを話します。会社から帰るときに、ゲフンどこに行くんだ、と聞かれ、家です、と言うと、タクシー乗って行きな、出してあげるよ、とタクシー代を払ってくれたというチャンビン。ゲフンが、タクシーが3万ウォンくらいかかるんですけど、と金額の心配をすると、それくらいどうってことないよ、乗りな、とスマートにタクシー代を出してあげたんだそう。そんなことあったっけ？そういうことはよくあるから、一つ一つ記憶できないんだよね、と返し方もクールなチャンビン。さすがナムジャの中のナムジャです。チャンビンは欲張り、他の子たちは僕のいい話ないの、と後輩から自分の好感度が上がるエピソードを聞き出そうとします。するとマンネのドンヒョンが、アーティストラウンジですごい美味しいものを食べた後に残してくださって、と爆弾発言。後輩のまさかの暴露に食べ残しをあげたのか、と動揺するチャンビン。これ話が通らないのが、僕が食べて残すはずがないんですよ、と証言すると大爆笑しながらみんな納得します。アイエンが横から、そしたら買ってあげたのか、とフォローを入れ、誤解が解けます。ステイもご存知の通り、食べることが大好きなチャンビンがご飯を残すはずがありません。文グレートをスキズ先輩の前で披露しアドバイスをもらうことになったキックフリップ。ですがチャンビンとアイエンが先輩の権限を使ってはちゃめちゃな振り付けを考えます。パフォーマンスを見た後に、文グレートのポイントの振り付けは何と聞くチャンビン。振り付けのポイントは胸元で両手を使って、というハングルを作る部分なのですが、でもこれじゃちょっとつまらない。音楽番組とかだと手しか映らなくなるんだよ、と先輩らしく自分の体験談からアドバイスをするチャンビンとアイエン。自分の顔を映してもらうためには顔の近くで振り付けをしないといけない、と見本を見せますが、なんだかおかしな振り付けに。そこで顔が映るようにと、胸元ではなく頭の上で大きな丸を作るよう提案したスキズ先輩。その振り付けが何とも言えないシュールさで思わず苦笑いをしてしまうキックフリップ。変えたやつでもう一度見せて、一度僕たちは出るから、と出て行ってしまう二人。スキズが部屋から出ていくと、これは冗談で言ったんだと思う。そうだよね、これはちょっと違うと思う、と言いながらも、一回やってみようか、と練習を始めます。先輩の無茶ぶりに巻き込まれ素直に練習するキックフリップ。なんだか見てるこっちが申し訳なくなってきます。チャンビンとアイエンが帰ってきて、一回見てみようじゃないか。どうできたと確認しようとするのですが、これからこの振り付けでパフォーマンスをしなくちゃいけないのでしょうか、と思わず心の声が漏れてしまう三男のドンファ。気に入らないのか、と不満そうなチャンビンですが、パフォーマーは君たちだから、気に入らなかったら言いなさい、というアイエン。先輩に提案された意見を後輩が断れるわけがありません。
まずは一度練習の成果を見せることになったのですが、短時間の練習であまりにもぴったり揃いすぎているダンス、息ぴったりなパフォーマンスに感動したチャンビンはなんとエンディングポーズまで変えようとします。どんどん変わっていく振り付けに顔が曇っていくメンバーたち。半ば強制で決まってしまったサビの振り付けとエンディングポーズに、これで決まりですかと不満そうなドンファ。すると、ちょっと待って、みんな満足してるけどドンファだけ気に入ってないみたいだね。どうしようか、と悩むチャンビン。すかさず横からゲフンが、でもさっき先輩たちが出て行ってドンヒョンがなんだよこれって、とマンネが振り付けに満足していないことを暴露してしまいます。思いもよらぬリーダーからの暴露に、嘘つくなよ、と焦るドンヒョン。多数決を取ることになったのですが、僕たちは見ないから、と言ったはずなのに鏡の前に立ってカンニングしようとする2人。キックフリップから、ちょっと待ってください、それは違いますよ。全部見えちゃうよ、と思わず突っ込まれてしまいます。やりたくない人は手を挙げて、とチャンビンに言われ、ちょっと体を伸ばさないと、よいしょ、と言いながらストレッチと見せかけて手を挙げるメンバーたち。手挙げた、ちゃんと手挙げた、と再確認し、全員そのまま壁を向いて立ってろ、というチャンビン。チャンビンとアイエンは手を挙げた人が見えない手なので、1人2人くらいは手を挙げた人いるでしょう。もっといるの、とチャンビンが聞くと、1人2人しかいませんでした、得意気味に答えるドンファ。ですがチャンビンに、その中に君は入ってるでしょ、と言われ苦笑いするドンファ。チャンビンに気に入られていじられキャラになってるの可愛すぎる。多数決を取ってキックフリップの意思をしっかりと確認したはずなのに、でもこれはいいでしょう。顔の近くでポーズ取るやつ。とまだ自分たちが考えた振り付けが諦められないチャンビンとアイエン。これはいいと思います。これはかっこいいです。とフォローを入れてくれるキックフリップ優しすぎる。いろいろ話し合った結果、僕たちとチャレンジを取るときにやってね、とチャレンジを含めて3回、チャンビン、アイエン作の振り付けをし、エンディングはオリジナルの振り付けのままやることで成立し、キックフリップは思わず、イエイ、やったと心の声が漏れてしまいます。これを聞いたチャンビンは、僕たちもう帰ろうか、行こう、と部屋を出ようとすると、あ、となんだか嬉しそうな歓声を上げるキックフリップに、何喜んでるの、とまたツッコミが入ります。後輩を前にしてやりたい放題の2人でしたが、最後は先輩らしくしっかりアドバイス。大先輩のスキズにも物おじせずツッコミを入れるキックフリップ。大物になるに違いありません。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。